こんにちは。今日はゴールデンウィーク挟んで久々の勉強会なので小ネタ会です。これまでめっちゃ便利だったワンビデオがえらいことになった件や、スノー AI の最新モデル 4.5 が個人的にめちゃくちゃヒットした件について紹介します。では本編どうぞ。2週間半ぶりかなぐらいの感じです。なんでちょっとじわじわとリハビリ感覚でというところで、今日は小ネタですよというとこですね。で、一つ目ですが、これ結構ショックだったやつで、漫画結構使えるよっていうのは以前に紹介したかと思いますが、だいぶ、ようやく本格的になんかサービス開始したのか、だいぶ渋くなってましてですね。前までは、ですね、50クレジットだったんですけどもですね、こいつがですね、今チェックインしてもですね、50から10に減りましてですね、はい、非常に渋くなってしまっているというところですね。はい。なので、1動画あたり10クレジットなんでですね、まさに1動画しか作らないよみたいな感じになっちゃったという感じですね。はい。なんで、配慮よりもなんかより渋くなっちゃったんでですね、だいぶ使い勝手が悪くなったという感じです。で、一応ちゃんとですね、プランが用意されていてですね、一応1000円ぐらいの安めのプランだと、とはいえ300なんでまさに1日10クレジット分なんて考えると、それと同じぐらいですよね。1日1動画分ぐらいのものしか作れないよっていう感じですね。はい。なんで、前よりもこの 6.5 ドルのやつでも、より渋いって感じなんでですね。前のやつと同じぐらいって考えると、まさにこの26ドルのやつじゃないといけないんで、4000ぐらいですかね。はい。そのぐらいになってくるよっていう感じですよと。はい。ってなわけで、非常に。でもしかもこれもなんかね、35%オフっていうふうに書いてあるんでですね、多分これもなんか本来の価格だと40ドルみたいな感じらしいんでですね、結構、はい。そういう意味では高めな感じになっちゃってるという感じですね。はい。あとちょっと気になったのが、なんか前までモデルが1の 2.1 だった気がするんですけども、なんかそこがなんかプラスとかついてて、何が違うのかいまいち分かってないんですけどもですね。ともあれなんかあんま使えないサービスになったんで、はい。悲しかったですっていう話ですね。じゃあ最後ですね。そうですね。このスノー AI がちょっとバージョンアップしててですね、さらにちょっと個人的にちょっと嬉しかったってところがあったんでですね、ちょっとシェアしたいと思います。で、スノー AI、前まで4でしたけども、4.5になって、主な変化としては、ジャンル増えたよってところが1点。で、さらにはですね、長い曲もいけますってところがですね、結構いい言われてます。これね、マックスで確かね、これまでだと確か2分か、そんぐらいだったと思うんですけどもですね、今回マックス8分いけるようになりました。なのでですね、はい、非常にいい感じ。ですね。はい。で、そうですね。で、個人的にちょっと好きなジャンルのやつ、前までちょっといい感じに作れなくて、なんかいまいちだなと思ってたんですけどもですね、それ系が結構いい感じにできてたんでですね、そこら辺がですね、嬉しかったよというところですね。はい。で、そっか。で、こちらですね。はい。特にですね、ざっくり、何かっていうと、下に書いてあるようなジャンルなんですけどもですね、ざっくり全体的に共通しているのがですね、作業 BGM 系のようなですね、特になんか盛り上がりないんだけどもですね、長時間ダラダラ聴けるようなやつですね、になりますよと。で、多分これ系の曲って結構長いんですよね、1曲が。はい。5分とか6分とか、あったりするんでですね。そうなるとですね、従来の2分とかじゃ収まらなかったんでですね、うまく作れなかったのが、今回の長い曲で結構対応ってところもあってですね、多分うまく対応したのかなってところがあるという感じですね。はい。ここにちょっとリンクから、はい、開いていただければですね、はい、普通にローカルで聞けるんでですね、見ていただければいいんですけどもですね。何かというとですね、本当にだからダラダラでですね、音が流れてるようなタイプのやつですね。はい。あんまイージーリスニングって感じでもないですけれどもですね、はい。ドローンっていうのは本当にドローンっていう定義自体はですね、一つの音をずーっと集める、ちょっとうるさいですね。一つの音をずーっとですね、長くですね、鳴らすよっていうようなところがですね、確か定義なんですけどもですね、そんな感じのやつですね。はい。はい。聞いてると非常にですね、なんか、気持ち落ち込んでくるような感じになっちゃってるんですけどもですね。でも、ちゃんとドローンの感じにはちゃんとなってますね、このジャンルの人はですね。なので、はい。というところで、だいぶ出来としてはいい感じにできてますよと。はい。で、もう一個ですね、個人的に好きというかですね、よく聞くやつがですね、ネオクラシカルってやつで、普通のクラシックよりはなんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな。もう、まさにこの感じっていうそうしか言わないですけどもですね。なんか非常にダウナーというかですね、なんかね、低めのね、トーンでずっとですね、なんかね、はい、ピアノを弾いてるみたいなイメージのやつですね。はい。で、そこら辺もですね、結構、はい、まさにこういうジャンルのやつで、多分ね、物理的に聞くとですね、わかるんですけどもですね、はい。まさにこういうですね、そう。はい。こういう、本当作業 BGM 系ですよね。でもね、はい、本当そういう感じがあってですね、非常によくできてるのかなというところがあります。はい。なんでですね、はい、こういう作業 BGM 系のやつをですね、まさにこのスノー AI のやつで作るにはですね、非常にもってこいだなってところがですね、あるというところであります。
ます。ただちょっと一点気になるのはやっぱりなんか、スノー AI 全般そうなんですけどもですね、後半でややテンション上げてきがちな傾向がなんかあるなっていうのはなんか見えててですね、はい。こういうなんか、特になんか盛り上がり少なくていいよっていうようなジャンルのやつでもですね、そういうのを作ってくるんでですね、なんかそこら辺ちょっとなんかいまいちだなってところはありつつも、ただ、ジャンルの再現度はだいぶよくできてるなって感じはしますね。はい。で、最後のやつもまあ同じような感じではありますけどもですね、個人的にはかなり好きなやつでですね、はい。これもですね、まあよくできてますね。はい。そうですね。はい。このアンビエントってやつで、アンビエントって何かっていうと、本当に、いわゆる雰囲気ってアンビエントって意味的には雰囲気みたいな感じなんですけどもですね、そういうですね、はい。音楽と言えるかっていうのがギリギリぐらいの感じですね。はい。ほぼ風景音に近いようなレベルのところをですね、うまく表現してるような感じのやつですね。はい。そこら辺がですね、はい。非常によくできてますね。確かにこういう曲あるなって感じですね。はい。なんでですね。そういうそれっぽいやつですね。はい。確かにこれが楽です。ってな感じですね。ちょっとはい、本当になんかね、はい。逆に言えばこれめちゃくちゃマイナーじゃないですか。本当に。これメインで聞くっていう人はあんまりいい。確かにこれ流れてるっていうパターンは当然あるんですけれどもですね。いわゆるなんかリスニングとしてですね、メジャーなジャンルかっていうとそこまでもないんでですね。こういうマニアックなところまでちゃんと抑えてきたぞっていうところがですね、結構ね、いいですね。なんかだいぶクオリティ上がってきたなっていうところがですね、見えてきたかなという感じですね。はい。そんなわけで、ぜひぜひ、スノー AI ね、はい。そう、ほっとくとね、どんどんね、クレジットね、消えちゃうんでね、ぜひぜひ。種口さんまだ残ってますよね、スノー AI。もしかしてそうですか？確かに、はい。残ってると思いますね。最近全く見てないですけど。はい。多分ね、既存のやつもちょっとね、クオリティ上がってると思うんで、ぜひ、なんかね、好きなジャンル作ってみると面白いと思いますよ。はい。はい。なんか、そうですね。前遊んでた時、元の曲入れて、元の曲っていうかなんか既存の曲入れてそれをちょっと何々風に変更してっていうので遊んでたんですけど、それが時間が結構短かったんでそのフルでできなかったのがちょっと微妙やなって思ったんで今もしかしてそこら辺試せるかもですね。確かに。はい。確かにいいですね。結構そういう意味ではいろいろ遊べそうですね。なんかはい。そんなところかな。はい。じゃあ、あと何かありますかね。はい。時間としてはちょうどいい感じで終わりますけれども。明日何やりましょうかね。そういう意味じゃね。そうですね。ちょっとスノー AI 自分がさっき言ってたことを試してみるのはあるんですけども、多分数分で終わっちゃうんでどうしようかな。了解です。じゃあ、それ以外のところでなんか気になるのがあればぐらいですけど。そうですね。そうだな。明日そういう意味だと、ちょっと残りの話したかったところとしては、そのジェミニのやつのディープリサーチがめっちゃ性能良くなってるぞっていうところ。これはそんな時間かかんないんで、軽く後で、共有しますけどもですね。ちょっと MCP ですね。はい。前回AI のコーディングのやつで MCP が使えるようになってたとかですね、そこら辺の話したかと思いますけれどもですね、そう。MCP の要は特にサーバーですね。要は、MCP って要はAI エンジェントに対する API みたいなもんなんでですね、そこら辺でですね、いろんなサービスがですね、その MCP 対応してたりするんでですね、どういったサービスが対応してるのかなってところがですね、公式でですね、この MCP のその前は、そのサーバーって言われているですね、前はサービス提供元のですね、MCP のサーバーがあるんですけどもですね、そこら辺なんか公式がまとめてくれててですね、なんか山ほど載ってるんで、ちょっとここら辺なんか眺めてみてですね、MCP でどういうことできるのかなってところをですね、なんとなくですね、ちょっとはい、見てみるのはいいかなって気がしましたね。それとあとは、そもそも MCP って何ぞやってところですね、そこも含めてですね、ちょっとはい、学んでみるっていうのはありかなというふうに、はい。結構ね、重要技術なんでね、これは、はい、今後ですね、はい、知っといた方がいいぞってやつ。じゃあちょっとこれ、はい、特になければこれやりましょうかね。はい。はい。じゃあちょっと久々ではありましたが、ちょっとリハビリ感覚でって感じですね。はい。じゃあ特になければこれでいいですかね。はい。じゃあ、はい。じゃあそうですね。じゃあそんな感じで。はい。久々でしたが、お疲れ様でした。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。はい。お疲れ様です。圧倒的に使えなくなって悲しいですね。ソラ AI 4.5 はかなりマイナーなジャンルも強そうで掘りがいがありますね。また何か気づきがあったら紹介したいと思います。ではまたお会いしましょう。